こんにちは、ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。今回は、史上最速と言われた F1 ドライバー、ジル・ビルヌーブの生涯と、最後のレースとなった1982年 F1 ベルギーグランプリ事故について解説するぜ。このチャンネルではできる限り、3D の再現 VTR を使って、当時の状況をわかりやすくお伝えしています。ゆっくりしていってね。史上最速セナとかシューマッハじゃないの？それはそうなんだが、ジルを最速というファンも多いぜ。ジルは1レース1レースの結果や年間の成績よりも、次のコーナーを誰より早く走る、それだけに欠けていた選手だ。時速1キロでも早くコーナーを抜けたい、その気持ちが最終的に自らの生命を奪うことになってしまった。これから詳しく解説していくぜ。頼むわね。生まれは1950年1月18日。カナダのリシュリューという、カナダで2番目に大きな都市モントリオールの近くにある町で育った。父親はピアノの調律師で、3歳下には弟のジャックがいた。10代はスノーモービル競技の選手として過ごした。弟も同じ、スノーモービル選手だ。20代になり、ジム・ラッセルレーシングスクールに入学。後にアイルトン・セナも入学する名門スクールだ。ジルは自動車レースへの転向を目指していた。スクールでライセンス取得後、早速1973年のカナダフォーミュラフォード選手権に出場。ここで優秀な成績を残すことが F3 や F2 へのステップアップの足がかりになる。なんとジルは10戦中7戦で優勝し、初挑戦で年間チャンピオンになった。才能ありすぎる。続く1974年からは北米中での転戦となるフォーミュラアトランティック選手権に4年間参戦。この1974年は優勝は逃した。しかし世界選手権スノーモービルダービーという世界大会では優勝していた。すごい、ていうかスノーモービルもまだ続けてたのね。この年までな。キャリアや名誉のためというより、自動車レースの参加資金を稼ぐために続けていたんだ。なお弟のジャックもこのスノーモービルダービーで優勝している。1980年、82年、86年だ。すごい兄弟ね。翌1975年はスノーモービルのメーカーがレースのスポンサーにつき、フォーミュラアトランティック選手権に専念できた。ギムリモトスポートパークのレースで初優勝。スノーモービルの会社がスポンサーになってるの、ジル選手ぐらいでしょうね。続いて1976年のフォーミュラアトランティック選手権、6戦中4戦で優勝しとうとう年間チャンピオンに輝いた。6戦のうち、トロワリビエールのレースでは当時 F1 で大活躍しスポット参戦してきたジェームス・ハントに競り勝って、優勝していた。ジェームス・ハントはその年、F1 のワールドチャンピオンを取るスター選手だ。そのハントを下した新人ジルの名声は瞬く間に広がった。真っ先に動いたのはそのハントがいるマクラーレンだ。スポット契約が締結され、マクラーレンでの F1 デビューが決まった。どうやらハント自身が推薦したらしい。来たわね F1 デビュー、フェラーリのイメージだけど、最初はマクラーレンなのね。この頃のジルは2歳サバを呼んで1952年生まれと話していたという噂があるな。来年の F1 デビュー時は27歳。遅咲きという思いがありコンプレックスだったようだ。翌1977年は引き続きフォーミュラアトランティック選手権を主戦場として戦いながら、いよいよ F1 にデビューする。7月17日の第10戦イギリスグランプリだ。ジルは予選9位、決勝は水温計の故障でピットインするトラブルがありながら11位だった。乗っていたマシンは、レギュラードライバーは M26、スポット参戦のジルは古い M23 だった。初戦としては期待以上だった。特にその走りの鋭さが目立った。ジルの走りは常に全力疾走で、無謀とも勇敢とも取れる熱い走りに観客は引きつけられた。このイギリスグランプリの走りを見て、いよいよフェラーリが動き出す。オーナーのエンツォ・フェラーリ氏が感銘を受けたんだ。フィオラのサーキットでの試験を経て、1978年からのフルシーズン契約が結ばれた。フェラーリのジル・ビルヌーブの誕生ね。ああ。ここには実はラッキーもあった。フェラーリはファーストドライバーのニキ・ラウダの離脱が決まっており、ちょうど代わりのドライバーを探していたんだ。幸運は続く。フェラーリとニキ・ラウダの関係はシーズン後半に向かうにつれどんどん悪化。ニキ・ラウダはすでに1977年の F1 ワールドチャンピオンを確定させており、順位に関係がなかった終盤の2戦をボイコット。ジルにシートが回ってきた。本来は1978年からだったけど、ニキ・ラウダ選手が放棄したその2戦に出られることになったのね。ああ。そしてフェラーリでの初戦となる自国の第16戦カナダグランプリは12位だった。写真は予選で事故った時の様子だ。早速ですか？大丈夫なの？そして問題は最終戦、10月23日の日本グランプリだ。なお別の動画でたっぷり解説してるから詳しく知りたい方はそっちを参考にしてほしいぜ。
15番手を走っていたジルは前を行くロニー・ピーターソンを富士の1コーナーで捉える。その時マシン同士が接触してしまい、2台はコースアウト。ドライバーは無事だったが、破片で観客1名と警備員1名が犠牲になるという大事故を起こしてしまう。ジルは業務上過失致死傷の容疑で取り調べを受けた。最終的にはお咎めなしで出国できたが、ジルはマスコミから来年フェラーリで走るべきではないなどと批判を浴びた。なおフェラーリのオーナー、エンツォ・フェラーリ氏はジルの運転を信じ、批判からジルを守った。これがジルにとっては激動の1977年だ。フォーミュラアトランティック選手権の参戦はこの年が最後だったがちゃっかり優勝したぜ。そして1978年、F1 フル参戦の初年度がやってきた。ジルはこの頃、カナダからヨーロッパへ転居したようだ。説明してなかったがジルは1970年に結婚しており、子供は男女一人ずついた。息子さんは怪物的な F1 ドライバーになるが最後に話そう。この1978年はトップ F1 ドライバーへの道を堅実に歩み進めた年と言えるだろう。第4戦のアメリカ西グランプリ、予選2位の速さ。そして決勝も前半はずっとトップで走行したが、他車と絡んでクラッシュ。リタイアとなった。惜しい、あとちょっとだったのに。そして第6戦のベルギーグランプリで6位。これが初入賞。第12戦のオーストリアグランプリで3位。初の表彰台だ。第14戦のイタリアグランプリ、ほとんどの州でトップ。終盤マリオ・アンドレッティに抜かれ2位でチェッカー。しかしフライングスタートペナルティで記録は7位だった。最終戦は地元カナダ。新設されたイルノートルダムサーキットで初めて行われるグランプリだ。家族、親戚、そしてカナダ首相が観戦する中でのレースだった。ジルは予選3位。決勝レースではトップのジャンピエール・ジャリエを追いかけずっと2番手だった。ジルは粘り強く追随する。両者、初優勝がかかっていた。50周目でジャリエにマシントラブルが発生。残り20周をトップで走り、ジルが優勝した。やったおめでとう。ジルにとっては初優勝。そして今日まで、このサーキットで優勝したカナダ人はジルただ一人なんだ。記録的な勝利だった。この優勝が大きく働き、1978年は総合9位でシーズンを締めくくった。続いて1979年、最も成績が良かった年だ。この年、ジョディ・シェクターが加入し、ジルはフェラーリのセカンドドライバーとして走った。ジルは優勝3回、準優勝4回と大活躍。総合2位だった。ワールドチャンピオンはジョディ・シェクター。フェラーリで1位、2位を独占した。ジルはやろうと思えばワールドチャンピオンを取りに行くこともできたようだ。だがファーストドライバーのジョディを無理に抜こうとはしなかった。セカンドドライバーとしての仕事を全うしたのね。ああ。チームで戦っている以上は当然とも言える。そしてこのジルが守った上下関係がジルにとっては致命傷になってしまうんだが、それは1982年の話だ。なおこの1979年、第8戦のフランスグランプリでジル・トルネ・アルヌーが壮絶な2位争いを展開するんだが、これは F1 史に残る伝説的な名勝負と言われているぜ。バッチリ放送されたから YouTube にも映像が残っているかもしれないな。必見だぜ。最終的には 0.24 秒差でジルが2位を守った。ジル自身もグランプリ最高の思い出と後に語っている。続けるぞ。1980年は一転、暗黒の年だった。ジル、そしてワールドチャンピオンだったジョディも入賞がやっとで、表彰台は一度もなかった。いきなりなんで？実は昨年から結構きつかったんだが、フェラーリのエンジンは横幅が広く、ダウンフォースが稼げるグラウンドエフェクト構造が取り入れにくかったんだ。ライバル車はバッチリグラウンドエフェクトカーに仕上げコーナーを高速で曲がれるマシンが用意できた。その差がいよいよ1980年は顕著に現れた。マシンの開発でライバルより出遅れてしまったのね。この全く勝てない状況に辟易したジョディ・シェクターはこの1980年シーズンをもってモータースポーツ界から完全に引退してしまう。30歳の若さでな。なおジョディとジルはこの天国と地獄の2年間を共に過ごす中で、親友の間柄になっていた。ジルは私生活でも飛ばし屋で、高速道路を200キロ以上のスピードで網田走行しただの、ヘリの運転中にわざとエンジンを切っただのという伝説が数限りなくある。その多くはジョディが同乗中のことで、危ない目に遭うたびに、もうジルの隣には乗らないと話していたそうだ。二人はレース中の走りでも共通するものがあった。キャリア後半こそジョディは堅実な走りを武器にポイントを積んでいったが、初期は走りの荒さで有名だった。あるレースをきっかけにジョディの走りは変わるんだが、安全マージンのないジルの走りは駆け出しの頃の自分を見ているようだとジョディは話している。そして1981年、ジョディに代わってディディエ・ピローニが加わった。ジルはいよいよフェラーリのファーストドライバーになる。マシンも一新された。
エンジンを新開発。自然吸気12気筒からターボの6気筒になった。エンジンがコンパクトになったことで設計に自由度が生まれ、ライバル車同様、強烈なダウンフォースを生み出す完璧なグラウンドエフェクトカーになった。しかし弱点もあった。ターボのパワーに対してシャーシが明らかに合成不足で、ハンドリングが不安定だった。またターボにしてもラグが大きく、扱いにくいマシンだった。ジルは、真っ赤な速いキャデラックと揶揄していた。とはいえジルはこの新車で1981年、1年越しで2勝を飾ることができた。2勝目のスペイングランプリでの優勝が生涯における最後の優勝となった。これから先は悲しい話になりそうね。いよいよ最後の1982年シーズンがやってきた。このシーズンを迎えるにあたり、ジルの周りでは様々なことがあった。一つ目は古巣であるマクラーレンからの移籍のお誘いだ。マクラーレンのオーナーについたロン・デニスは低迷していた競争力の立て直しを図っていたんだ。ジルはフェラーリに希望を持っておりこのオファーを断る。ロン・デニスはその後なんと引退したニキ・ラウダに奥の札束を積んで復帰させ、体制を整えた。二つ目はマシンの改良だ。昨年デビューした 126C がマイナーチェンジされ弱点が改良された。これでようやく勝てる体制が整った。三つ目は F1 界全体の話だ。当時、F1 の運営主体がフォカかフィサかで揉めに揉めていた。1981年3月にコンコルド協定が結ばれ、両社による共同運営が決まったばかりだった。ちなみにフェラーリはフィサ側についていた。マクラーレンやティレルはフォカ側だ。ここで F1 界が分断されていたら両者の対決がもう見られないところだったぜ。すごい大事件じゃないの。回避できて本当に良かったわ。さて1982年のレースだが、最初の2戦はノーポイントだ。マシンのトラブルや運転ミスによるリタイアが続いた。しかし予選は2位や3位と早く、決勝も一時はトップを快走することがあり、ジルは手応えを感じていた。続く第3戦のアメリカ西グランプリ、ジルは3位でチェッカーを受けながら失格となった。ジルのマシンはリアウィングを2枚つけていたんだ。1枚あたりのサイズは規定されていたが、2枚つけてはいけないというルールはなかった。いやこれはだいぶ厳しいでしょ。本気かギャグかよくわからないんですけど。その前にフォカ側が起こした水タンク事件というのがあってな、マシンの重量を計測するときだけ水を入れてチェックをパスし、レース中は捨てて軽量で走るというズルをやってたようなんだ。この2枚ウィングは、規定を守れば何をやってもいいってこういうことだよな。というフィサ側の反撃だったようだ。まだすごい揉めてたのね。次が第4戦、サンマリノグランプリだ。このレースで、大事故のきっかけとなるある事件が勃発する。まずこのレースは参加台数がわずか14台だった。例の運営組織間の小競り合いがあり、他の方に属するチームがレースをボイコットしたんだ。14台中、ジルは予選3位、セカンドドライバーのピローニは4位だった。決勝レースもその順位で進行したが、途中トップのルノー2台は両者マシントラブルで脱落した。これでトップはジル、2番手が僅差でピローニとなった。残り16周、3番手とは大差で40秒以上の開きがあった。フェラーリの2人で1位、2位を独占できそうね。ここで2人にスローのピットサインが出される。勝ちは確定してる、無理するなの意味だったようだ。全開で走るとクラッシュとか燃料切れが怖いしな。ジルはファースト、セカンドドライバーの関係や、指示が出た時の順位を考えると、当然自分がこのままトップでチェッカーを受けられると考えていた。しかし速度を緩めた途端、チャンスとばかりにピローニが抜いていく。やっちゃった。だがジルはまだ怒らない。今回は出走台数が少ないんだ。ピローニは観客を楽しませるため一時、抜かれのバトルを見せているのだと解釈する。さすがキャリアが長いだけあるわね、大人。そしてジルが抜き返し、4周ほど走った。残り8周だ。もうこのまま流すだけだと思われたが、ピローニにまた抜かれてしまった。ジルはいよいよ怪しんだが、まだピローニを信じている。59周目でピローニをかわしてトップに立った。あと1周。余興は終わりだ。これでフィニッシュになるだろうと信じた。だが最終週、またもピローニに抜かれた。ジルは激怒。猛追するが届かず、0.3秒差でピローニがチェッカーを受けた。表彰式でシャンパンを掲げるピローニに対し、ジルは一切笑顔を見せない。以降の両者の関係は最悪だ。お互い近寄りもせず、ほぼ口を聞かなかったという。なんで抜いちゃったのかしら。何か勘違いがあったの？ピローニ選手はスローの指示をどう解釈したの？ペースを落とせという指示であり、ポジションを維持するという指示は含まれていないと思った、と釈明していた。そして第5戦、サーキットゾルダーで行われたベルギーグランプリだ。5月8日の予選で大事故が起こってしまった。ジルは36台中、7番手のタイムをマークしていた。しかしピローニのタイムが上回っていた。
差は0.1秒だ。ジルが単にタイム更新を狙おうとしたのか、ピローニを打ち負かしたいと思ったのかはわからない。残り数分になってジルはアタックに出る。13時52分だ。現在、試験を越え、リュートという高速区間に入った。前を行くのはヨッケンマス。スロー走行しているようだ。後ろがジルだ。だんだん接近してるわね。ああ。高速左コーナーを越えた。この直線で追いつく。ヨッケンマスはジルの接近に気づいている。進路を譲って右へ。しかし同じタイミングでジルも右から抜こうとしてしまう。ここで追い抜きをかける。危ない。接触してしまった。グラウンドエフェクト構造のマシンは少しバランスを崩すとすぐひっくり返る。フェンスに当たって跳ね返る。ここで静止。衝突時、ジルは時速200キロ以上出ていた。事故から1分かからず医師が到着。座席にジルはいない。なんと事故の衝撃で投げ出され、フェンスに激突していた。すぐ病院に運び込まれるが、生命維持装置でなんとか命が持っている状態だった。妻のジョアンが駆けつけたが、その日のうちに亡くなった。32歳だった。悲しすぎる。どうしてこんなことに。事故に絡んだヨッケンマスはこれが F1 の100戦目となるベテランだ。抜かれ方も慣れたもので、マスの方には非はないという調査結果が出た。ヨッケンマス選手にとっては100戦を記念するレースだったのね。ああ。悪い意味で忘れがたいレースになってしまったな。非常に微妙な事故だな。理想的な走行コース、いわゆるレコードラインは左寄りだ。よってマスはタイムアタックの邪魔をしないよう右にどいた。相手に配慮したセオリー通りの抜かれ方だ。一方で、抜かれる方はむやみにコース変更せず今のコースのまま走るっていう慣習もある。ジルのアタックの邪魔にならないようどいたのね。これは責められないわね。責任が追及されずよかったわね。とはいえマスは喜べたものではない。マスは1977年にジルがマクラーレンにいた時のチームメイトだ。その後も交流はあり深く悲しんだ。ヨッケンマス選手はなぜスロー走行していたの？予選用のタイヤは2周か3周しか持たない。それ以外の、ピットからコースへ入ったばかりの周やピットへ戻る周はアタックラップよりはスロー走行になる。なおこのレースは36台がエントリーしていた。予選中はコース上に遅いマシン、速いマシンが最大36台混走するわけだ。その危険性は前々から問題視されていた。それも事故の要因の一つだな。また、事故のあった週、ジルのタイヤはすでに一番性能の出るところを使い切っていたという情報もある。だったらどうなるの？飛ばしてもタイムは期待できないからスロー走行してもよかった。これは前々からのジルのスタイルなんだが、本来飛ばさなくてもいい場面でもジルは全力だった。時速1キロでも速く走るにはこのコーナーをどう攻略すべきか、などジルは常に速く走るための方法を模索していた。そのスタイルがあだになってしまった可能性がある。なおレースは続行されたがフェラーリのチームはそれどころではない。ピローニは危険となった。葬儀で代表して弔辞を述べたのは引退していたジョディ・シェクターだった。なおピローニの参列は遺族から拒否された。ピローニもその後、悲しい運命が待っていた。第8戦のカナダグランプリ、ポールポジションを取るもスタートで失敗。後続車がどんどんかわしていくが、リカルド・パレッティがピローニのマシンに追突。ピローニは無事だったが、パレッティは帰らぬ人となる。さらに12戦目、ピローニ自身にその時が来る。ドイツグランプリの練習走行だ。豪雨だった。前を走るデレック・デイリーがスロー走行していた。かなり視界が悪い。特にマシンの後ろは水しぶきで何も見えない。これがデレック・デイリー。追うのはアラン・プロスト。かなり差が詰まっている。そしてピローニ。実際には霧、雨、マシンの水しぶきでもっと視界は悪い。左側がタイムを出すのにベストなコースだ。デレックが右に寄ってコースを譲る。かわすプロスト。ピローニはプロストがまだ見えていない。ピローニは自分のためにコースを譲ったと思ったようだ。プロストを認識。間に合わない。プロストのマシンを飛び越え、ノーズから地面へ。ジル選手の時と状況が似てるわね。この事故でピローニは両足を複雑骨折。自動車レースからの引退を余儀なくされた。ピローニ選手も1982年シーズンを最後まで戦えなかったなんて。実際はかなり前方が見えにくい状態だったようだ。これで走るの怖すぎる。今回はさすがに誰も悪くない。強いて言えば、そんな状況で練習走行をやらせる運営とか、ドライバーをコースに向かわせたチームが問題かもな。さらなる不幸は1987年だ。ピローニは水上ボート選手で、世界選手権を戦っていた。ジル選手といい、
他の競技ですんなり活躍できるのがすごい。8月23日、イギリスでの世界大会だ。船がバランスを崩し、高速で回転、転覆した。この事故でピローニは高い。35歳だった。ピローニ選手も事故で亡くなったのね。なお、ジルの事故があったサーキットゾルダーの F1 開催は1984年が最後だ。以降もベルギーグランプリは存続するが、スパフランコルシャンサーキットが使用される。最後の1984年のレースはミケーレ・アルボレイトがなんと、フェラーリ、かつジルの番号である27番をつけて優勝した。それ以降もジルの名前を人々が忘れることはなかったぜ。1980年代後半にはジルの息子のジャック・ビルヌーブがフォーミュラカーデビューしたんだ。着実に実績を重ね、1995年にはインディ500で優勝。1996年は F1 のデビューイヤーでいきなり総合2位。1997年は F1 ワールドチャンピオン。実績で言えば父親のジルを完全に超えているぜ。天国があるといいわね。息子のジャックが大活躍する様子を、ジルは見て、笑ってる、そう思いたいわ。以上、今回はジル・ビルヌーブの生涯と、1982年 F1 ベルギーグランプリ事故について解説させてもらったぜ。最後まで、ご視聴ありがとうございました。これからもモータースポーツを中心に 3D の再現 VTR 付きで解説していくので、よかったらチャンネル登録と高評価をお願いいたします。また見てね。